今回は5月の半ば過ぎぐらいですね。で、鹿児島県のとある島に来ました。で、久しぶりにちょっと夜のレッドをやりたいなっていうこともあるんですけども、ちょっと離島でエギングを楽しんでみたいなというので渡ってみました。この島に渡るのは、ショアからエギングをやるのは初めてです。だからどんな状況かぐるっと一周回りながらでも楽しんでやっていきたいなと思うんで、でかいの取れたらいいですけどね、頑張ります。とりあえず風強すぎやろ。ピンクヤコウ、これか、これ。テンション上がるね。こんなにやんでくれる。月出てるからね、今日。お願いします。この上げがちゃんとこうね、効いてきてくれるタイミングで出ればいいよね。まだ今全然こう潮スカスカ状態やけど、やりだしなんで、吉祥にパッと寄ってきてるの個体がおればいいかなっていう状態の釣り方ですね。素晴らしい天気です。きっちり沈めれてるし、きっちりキャストできてるし、すごいライトな竿でやってますけどね。80の LML っていうこの新しい竿で、89の LML っていうインターラインのロットがあったんですけど、それをアウトガイドですごい繊細に作りたいなっていうので作った竿なんですよね。うわ吹き出したやめてや、完全に無風やったのにな。いや沈まないっすよね。多分ね、足場が引いてるからね、引きからの上げになってるけど、よし、来い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 、一発でいいから頼むわ、来い。深いからね。お、左に動いて、何切られた、脱や。くそ4号のクソでっかいエギのヤコエギをね打ち込みましょうね。もうこれお願いするしかないよね、夏は。入ってきて、夕までにバッて入ってきてうろちょろしてる個体ってのはおるはずなんで、端まで丁寧にまず最初で、あとは回遊待ちましょうね。基本でも回遊待ち、僕はレッドはほぼ回遊待ちなんですけど、できるだけ奥の場所を打った方がいいんで。ただこれ遠投すればするほど水深が深いんでめちゃくちゃ時間かかるんです。手前だけ回遊してくんやったらあんまりね意味がないんやけど、でも場所的には全然わかんないんで、とりあえずは幅広くできたいなっていう気がします。噛んでるね、塩。いいんじゃない。もうワクワクが止まらない。すごいいいよね。今年はねあんまり良くないって言われながら、4月のいい月一生回りもダメやったんですよね。で5月できて、割にこの潮回りじゃないかなってこう思ってる感があるんで、この潮回りで大きいの釣れてほしいんですよね。まず一発、今年のこの冬をね確かめに来てる感はあるんで、でもこれはこれで不発食らっても意味があるけど、どっかん一発は絶対取りたいよね。基本レッドのねこのナイトってなってくると、
基本ベタ底でいいと思います。まずはスイッチ入るまでは。回遊してくるのがこの状態で中層バン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 回遊しフラフラフラ回遊してくるというよりも、そこをある程度意識して動いてきてると考えていいんで、重ためのエギでちゃんとそこを取る方がふわふわさせるよりも。ただ釣りの仕方としてね、線で交わるところ点で交わるところって言いますけど、その加工の動画を見てもらったら分かると思うんですけど、線で交わるところは結構ちゃんと線で交わるところはね回遊してくるんで、ベタ底でどんどん落としてたら多分いいんですけど、これ多分入ってきて横方向の回遊になってくるから、多分難しいですよね。それはフラフラさせててもいいかなって感じは、どこを回遊してきてどうやって取るかなんで、すごいイメージが大事なところの釣りですね。今はステイの4号を見せてる状態ね。ステイの4号で夜光で光らして、発見してもらう、気づいてもらうっていうのがまず最優先だ。触ってきたりいろんなアクションがあるんであれば、そこからちょっと考えていきますけど、まずはベース使うとかいうの産卵まで分かってる場合はねいいんですけど、産卵まで初めての場所なんで今はサーチしてる感じなんで、それはちょっといろいろと見た方がいいかなって。藻がやっぱりちょっとね生えてるから悪くはないけど、やっぱり雨やろ、あれ雨や。一旦避難するか。今一番受けてるやつね。これをとりあえずこれでちょっととりあえずこっち端っこから 84MLM って今インターラインで割とこう今一番人気ある、今年の春に、ね、発売したばかりのロットなんですけど、 ML ティップ側がすごいしなやかにねこう入ってくれるんで、このしゃくった時とかこうちょっとこうエギを錆びいた時とかにもグッとちょっと入る感があって、塩でグッとエギをねこう持っていく時にちょっとこう曲げながらほっとって、やっぱある程度こう曲がってくれることで感度っていうのを上げてくれるんで、アウトガイドの7級の LML っていうすごいライトないい竿を出したんですけど、それに匹敵するようなこのインターラインの方ではこれはすごい繊細で面白いロットなんですよね。非常にいい。最近の私のこのメインのロットになってますね。もう沈んだな。ネバッとした感じがいいよね。レッドモンスターのねと言われてるエリアを釣りする、だいたいこの夜っていうのはこうね外せないんですけど、基本的には日中にこういう浅いところでがっつり産卵に入ってくる、ね、白系のアオリイカと違って沖の深いところで産卵をしている感があるんで、気が向いた時に捕食に入ってくるだけの個体を取るんで、非常に産卵に入る前のねわーっと荒食いのタイミングだったら全然狙いやすいとは思うんですけど、がっつり入っちゃうとなかなかしんどい状態にはなってくるとは思うんですけど、ただこのその界隈を回遊して夜の間にバーッとこう回遊して動いてくる個体をこういった回遊待ちの状態で狙っていくんですけど、なかなかの群れが大きな群れだったり、ね、小さい群れだったり単発だったり、どれだけのね個体が回遊してるかってなかなかこの離島ではね分からない。だいたいこ
大きなところだと大体定置網がドーンとあって、アオリイカを追い出すと定置網にかかったりして、非常にこう分かりやすい部分はあるんですけど、多分定置網もないですもんね。漁師がほとんどいないんで、こうなってくるとさすがにそういう情報っていうよりも、自分でこの夕間詰めとかね、風のいいタイミングでどれだけ接岸してくるか見るしかないんですけど、当然でっかい魚ね、今日も釣り人たちはイソンボ GT でっかい魚を狙って釣り人がこう集まってるんですけど、アオリイカにとってはあまりよろしくないんで、そう大きな魚がねうろうろ回遊すると一気に釣れなくなったり、その日の前の日釣れたから次の日釣れるっていうのはなかなか言えない時期にもなってきてますね。これなんかだいぶちっちゃいぞ。イカ釣れましたよ。お、これから始まるんじゃない？いけるサイズ。ステイ4号。ステイ4号。ステイ4号です。まずは。あれな、あんなもんバーンドラグ出てくれる思ったのに全然出えへん。狙ってんのあれちゃうからな、言うとくけどな。うわ、なんやこれ、勘弁してくれやイカ？いや、これイカやったら魚やと思うんだけどな。なんかイカっぽいな。イカちゃうか。いや、多分イカやね。なんで最初の走り方がなんか逃げ方がめちゃくちゃおかしかったり。でもよしよし、なんか連れ出したよ。やん、サイズやん。1キロ1キロそこそこ。おお、ちょっと待ってや、これそこそこあんぞ。これそこそこあんぞ。でかい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 丸々としてるやんやん、だから引いたんや。返答ですね。ステイのタイプ S やね、4号。魚みたいな当たり方だったな。なんか幅が結構これ白じゃない？白っぽいねんけどな。もう一発あってもいいけどな。今の一瞬で終わりかな。下げでビタッと止まったタイミングの、もう全然大して動いてるような気配なしでペタッと止まった時のちっちゃい一杯と、そこから上げ返してからぐっと潮が動こうとこう多分しだすそのタイミングでさっきのポーンと口使ってんねんけど、その後上げてずっと溜まってたやつがずっと止まってたやつがなんか当たってんのかな、それがブワーッともっとより押されてブワーッと動き出してる感じになって、ただ同じ手元に感じてる感覚としては全然悪くはないよね。まだコーンと当たってきそうな、ステイの、ね、4号のタイプ S を使ってすごい大きいシルエットで割と存在感アピールしながらゆっくりホールしてゆっくり落として底付近をバーッと上げながらゆっくり落として連続ジャークで上に上げながらまたゆっくり落とす。できるだけ効率よくうまく見つけてもらおうっていうような釣り方ですね。見つけてくれたらね、餌捕食に回ってんやったらある程度意識して、エギに近寄ってくるだろうっていう。なんかそこべったりずっとやってもね悪くはないんだけど、ただちょっと縦の動きも入れた方が
いいんですね。見つけやすい。一瞬だけやな。でも若干外には動いてんだけどね、ラインピーンと張られて、まあ微妙な。いやもうほんまにだから今日もだから満潮からの夕方入ってた満潮前後の潮がね、まだ外へ払い出してたし、潮目もばっちりね出てっていう感じがあったけど、今のこの夕方夜ね、今詰めからのこの潮はだるだるやもんね。何にもないもんね。酒ずっと中潮で動いてる。ここってこういう場所なんかね。見てたらさっき見てバーって行く時もあるから、もっと動く時は動きそうな感じがするけど、ちょっとなんか寂しい感じの潮ですけど、その中でもちゃんとやればポロッと一つはこうね、ちょっとこう左側に投げていくよりも右寄りにちょっと投げた方が、その押されて引っ張られるところが少し出てきたりするんですよ。動きっぱなで綺麗にバーってね流れてない時なんかは、前からそのよりを丁寧に打ってあげると、そこにこう当たり出して入ってきてる個体が対流したエギにね、エギを発見しやすくなる。アオリイカってこうやっぱ潮よくって雰囲気がよくっても全然やっぱ回遊してこないこともあるんで、その年でね、その捕食に関してやっぱり余計にそういうところが回遊がキーになってくるんでリスクが高いんだけど、まあ言い方の個体がポンと口を使ってくれて回遊してくれてるんで、もうちょっと言い方が出たらいいかなと思う。ちょっと真剣にまたね一発狙っていきましょう。今日はもうこれで終わりましょう。お疲れ様でした。いかんか、もっと言ってくれ塩。雰囲気悪くない？お、あれだな。お、ああほらやっぱりな、塩聞き出してんのよ今。ちょっと塩聞き出してるから釣れそうやなと言ったら、よっしゃ、でかい。よし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 よっしゃ。オッケーオッケーオッケー、めちゃくちゃでかいやんこれ。完璧やね。でかいな。走るね多分ね。でかいな、マジでかいねこれ。3キロ余裕やね。でかいでかいでかい。よっしゃよっしゃ、3キロいったやろ。おいおいおいよし取れましたね。